こんにちは、ネイジの猪俣です。こちらのチャンネルは旅や日常の Vlog を配信するチャンネルです。今回の動画はヘルシンキの初日に宿泊した1日1組限定のマリメッコホテルを紹介します。一人で宿泊するにはとっても贅沢な空間だったんですけれども、宿泊した時の様子や公式サイトから予約する方法など紹介しますので、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。フル動画はメインチャンネルの方で紹介していますので、よかったらそちらの方もご覧になってください。それでは早速画面の方を共有しながら紹介していきます。ノラキャビンの公式サイトから予約方法を紹介していきます。まず、このサイトがですね、英語表記になってますので、ここからですね、日本語表記に変えていきます。画面をクリックすると、こんな感じで日本語に翻訳とありますので、これをクリックしましょう。そうすると、画面表示がすべて日本語に変わっていきます。で、この今すぐ予約というところをクリックしていきます。そうすると、こんな感じで目的地とかいうふうに出てきます。ここからまた下に下がっていって、今回利用したのはこのヘルシンキフィンランドになります。ランタプイストというところのホテルになります。こちら1キャビンってありますので、1泊1組だけが泊まれるキャビンになっています。で、こちらクリックします。そうするとホテルランタプイストの紹介になっていきます。で、下の方に下がっていきますと、ここでホテルの紹介などが記載されていますのでご確認ください。はい、そしてさらにスクロールしていくと、部屋のキャビンの中の様子などもこういうふうに画像の方で紹介されています。これね、ラシーマットっていうんですけれども、私はこのホテルに泊まったことでこのラシーマットすごく好きになりました。で、さらにスクロールしていきますと、ノラキャビンのこの予約方法などが記載されているところになります。チェックイン時間、こちらは到着日の15時からになっています。あとチェックアウト時間も結構長くてですね、お昼の12時になります。このお昼の12時に合わせてバスもですね出てるんですよね、ちょうどいい時間に。なので結構ゆっくりと過ごすことをおすすめします。はい、でこのノラには暖房、調理設備、給水設備はございませんというふうに、記載されている通りになります。なので、実際に私はですね、部屋の方でお湯を沸かして持ってったっていう感じになります。それでは早速カレンダーを使いながら予約方法を紹介していきます。まず最初に注意していただきたいのは、こちらのノラキャビンはアウトドアで外に設置されてますので、使用できる期間が決まってるんですね。グレーの文字になってるところは利用できない期間になってます。だいたい毎年4月の中旬から利用期間になっていますので、その点だけ注意してみてください。先の予約もちょっと見ていきましょう。5月も少しずつ埋まってきてますね。6月もだいぶ埋まってきてる感じです。7月になるともうオンシーズンですからね、もう半分ぐらい埋まってるような感じになっています。そして8月も同じような感じですね。で、9月になるともう全く今ね予約が入ってないような感じなんですけれども、9月ぐらいになると少しずつね寒くなってきますね。で、10月もこのような感じになっています。で、このあと11月はもう予約ができないようになっていますので、利用される期間は気をつけてみてください。私が宿泊したのは5月のねこの辺中旬ぐらいになってますので、このぐらいはね結構気候もよく過ごしやすかったです。それでは4月の平日ですね、これは月曜日から始まっていますので、月火で取るというふうにしてみましょう。そうするとこんな感じでチェックインが21、4月25年っていうふうに感じになっています。で、ワンナイトですね、1泊の予約料金になります。で、キャビンを、中佐キャビンってありますので、こちらをノラキャビンでチェックを入れましょう。こちらに書かれている内容はですね、この金額は2人分の金額が含まれていますということです。なので、もしもう1人、もう2人というふうに加える場合は、さらに追加料金を加えることで宿泊ができますということになります。で、この下の方スクロールしていきます。今ですね、250ユーロになっているのが2人までの金額になってます。で、まず朝食をつけるかというこちらのねチェックボタンがありますので、朝食もお一人20ユーロというふうになります。2人で泊まる場合はこれを2というふうにしていきましょう。そうするとこちらにね金額が加算されていきます。何もつけない状態だと250ユーロになります。で、ここにあるアディショナルパーソン20ユーロ、これはですね、先ほどお話ししましたように、例えば
3人で泊まりたいという場合はここをチェックを入れて1人増やしますということになります。お二人追加しますとかいう感じでこう入れていくと、ここに価格がプラスされていきます。例えばご夫婦で泊まってお子様1人泊まるよという場合はですね、ここは0になり、お子様だけ1人追加という感じになります。こんな感じで選んでみてください。ペットっていうのは現地に住まわれている方が利用されるものだと思いますので、ペットの方はこちらは省略します。で、こんな感じで価格が決まってきます。そうしたらこちらのボタンを押していきます。これで予約をしますということになります。で、この予約画面になった時にこの E メールとかファーストネームとかラストネーム記載する画面になります。ここでまず E メール、ご自身の E メールを入力したら、このファーストネームっていうのは下の名前になりますので、私の場合はですね、ゆきという名前なので、ここにゆきというふうに入れます。で、ラストネームっていうのが名字になります。なので私は猪俣、こんな感じで打ち込んでいきます。そして電話番号ですね。日本の場合はまず81を入れます。で、その後ですね、東京だったら03っていう風になると思うんですけれども、この最初の0を外しておきます。そしてその続きの番号を入力していくという風になります。そしてアドレスですね。アドレスはですね、住所が1番地1番とかだったら、ここに1の1っていう風に入れてから、ここに何県何市っていう風に入れていくようになります。日本と海外では住所の書き方が逆になるという風に覚えておいてください。で、ZIP コードっていうのは郵便番号になります。そしてカントリーはジャパンですね。日本なのでジャパンという風に入れましょう。そしてここにプロシード to payment ってあります。ここをクリックするとお支払い画面になっていきます。そうするとこの画面に変わっていきますので、ここで今すぐ支払うという風にすると、クレジットカードなどこういう風にですね、でビザカード、マスターカード、アメリカンエクスプレス、こんな感じで利用できますよという風になります。そうするとメールが届きますので、必ず確認してみてください。私が予約をしていた時はあのようなフォーマットがなくてですね、こんな感じで直接メールで問い合わせをしておりました。なのでメールで予約をして、あと行き方なども質問したら丁寧に詳しく回答してくださいました。予約したフォーマットがこちらになりました。当時はですね309ユーロでしたね。そしてですね、キャッシュで支払いはできるんですけれども US ドルは使えませんでした。クレジットカードのみということです。そして私が予約した時ですね、こちら当日の夕方18時までキャンセルができました。現在はどのようになっているかわからないので、メールで実際に問い合わせされることをお勧めします。こちらにですね、4月とか10月とかの料金の設定がありますので、こちらの方も確認してみてください。ということで、今回予約方法を紹介させていただきました。機会があったらぜひ宿泊してみてください。この後はヘルシンキ中央駅からの行き方と実際に宿泊した時の様子を紹介していきますので、よかったら最後までご覧ください。ヘルシンキも今回初めてなんですけど、 Google ナビのおかげで迷わず行くことができました。この時実際にはヘルシンキ中央駅ではなくハカニエミ駅から利用しました。そして最初の駅に到着してからバス乗り場に向かいます。駅に降りてからバス停まで結構ね距離がありました。10分ぐらい歩いた記憶があります。 AB ゾーンで買ったチケットが90分有効なんですけど、最後に乗るバスの時間が1時だったのでギリギリでした。でこのバスは1時間に1本しかないんですけど、ホテルの目の前に行ってくれるので、そのまま行くことができました。早速もうねホテルの中に入ってるんですけど、ここロビーなんですよね。かなりね開放感があって、あと木目調ですごくね綺麗な感じでした。で見えると思うんですが、マリメッコのねクッションとかが置いてあるんですよね。でチェックインが3時からだったので、まだね早かったので、ちょっとねのんびり過ごしてから、チェックインして部屋に向かいます。
で長い廊下を渡って、で突き当たりがサウナになってます。ここね、時間が男女で時間が分かれててギリギリだったんですけど入ることはできました。結構ねレセプションから離れてたので遠かったんですよね。でこれが多分最後の扉になったかなと思います。ちょうどね突き当たりの部屋になりました。ここなの、すごい可愛いでしょう。入り口はねちょっとねレトロな感じなんですけど、中に来るとねこんな感じでマリメッコが広がってるのでワクワクしちゃいますよね。また来れるかな。ということで早速ルームツアーしたいと思います。マリメッコがねお迎えしてくれるんですよ。すっごいおしゃれでしょ。テンション上がりました。マリメッコのお部屋なんですけど、ここはねウニッコよりもこのラッシーマットをよく使ってたので、おかげでね私もラッシーマットに惚れてしまった感じです。で部屋に入って一番最初に目に入ったのがこの大きなカーテンなんですけど、やっぱりマリメッコだと大きな柄なのでインパクトありますよね。ただねもう残念だったのが、なぜかこの日だけ嵐のような雨だったんですよね。続いて洗面室になります。ここにもありましたラッシーマットのバスタオルと、あとハンドタオルも、あと収納もあったんですけど、クローゼットとかね結構大きめでした。部屋は1人で泊まっても2人で泊まっても同じ価格なんですよね。今回は1人で贅沢に泊まらせていただきました。ノラキャビンは少しね離れたところにあります。このね森の中を散策するような感じで行くんですよね。この左側に見える黒い建物はサウナになってます。一般の人でも入れるサウナです。この矢印が向いてる方向に歩いていきます。もともとはこのノラキャビンは泊まる予定はなかったんですけど、ヘルシンキの旅行の計画を立ててる間に見つけたんですよね。なのですごくね楽しみにしてました。かなり贅沢かもしれないです。私は DIY もやるので、結構この建物の作りとか構造とか興味持っちゃいます。では早速ルームツアーしたいと思います。で中はスリッパで入るんですけど、内側から見るとこんな感じになってるんですよね。バスローブもあってすっごいおしゃれですよね。この後自分でちょっとスタイリングしておしゃれにセッティングしてみました。耳栓もあったんですよね。お昼寝用みたいな感じですね。2人で泊まれると一番いいですよね。でもね1人で過ごす時間もまたいいですよ。ヘルシンキに着いたら使おうと思って日本から持ってきたのがこの靴下なんですけど、実はね友達が誕生日に行って手編みの靴下編んでくれたんですよ。手作りのプレゼントってなんかねすごくあったかくって幸せな気持ちになりますよね。これまでずっと動き回ってたから急にねなんかふっと時間ができたみたいで寂しい感じになっちゃったんですけど、こうやってね友達のプレゼントいただけたことで寂しさが紛れました。本当にありがとう。
でだいたい旅をするときはですね、忘れないように旅日記を書いてるんですよね。これまでのこと書いてたので、この時間少しあったのでまとめて書いてるところです。で雨もね降ったり止んだりで、急に嵐みたいにねザーって降ったりとかねしてました。ここねお散歩する人もいるので、外からもね丸見えなんですよね。時間もねたっぷりあるしね、何やってても自由なので、ちょっとね有意義に過ごしてます。ということで、一回部屋に戻ってサウナに向かいました。マリメッコのタオルなんて普段使えないですからね、もう贅沢だなって思いながら使わせていただきました。サウナもギリギリ15分だったんですけど、入ることができたのでちょうどよかったかな。でまたノラキャビンの方に向かいます。せっかくなのでちょっとね周辺を散策してるとこです。ここのね黒い建物のサウナに入った人はだいたいここからこの湖の方に飛び込むような感じになってるのかな。なんかデッキみたいになってました。ここはね海なのかな湖なのかな、どっちだろう、ちょっと分かんなかったんだけど、海かな。もうね部屋に入るとすっかりね薄暗くなってたのでライトつけてみました。もうね明かりはこれしかないので、もう本読んだりとかメモを書いたりとかっていうのができないので、何もしないっていう贅沢な時間を過ごしてました。なんかねこうやって景色眺めたり波の音聞いてるだけでも癒されますよね。で朝ね静かだなって思ったら、もう雨も止んでて、風もね少しね弱まってる感じでした。部屋からノラキャビンが見えるかなって見てみたんですけど、ここからはね見えなかったんですよね。このマリベッコのカーテンがおしゃれで、何かねうちでもできないかな。朝食はレストランの方でいただきました。マリメッコのテーブルクロスがかかってたりとかね、すごくねおしゃれな雰囲気でしたよ。ここからはねノラキャビンがちょっと見えました。ということで、もう一度チェックアウトする直前なんですけど、雨もね降ってないので撮ってみました。いかがだったでしょうか。2日目の朝はだんだんね晴れ間も見えてきて、この後青空も見えてきたんですよ。ヘルシンキの初日はちょっとね贅沢な体験をしましたけれども、いいご褒美の時間になりました。マリメッコの部屋はねなかなか泊まることできないと思うので、一生に1回泊まれてよかったなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画はヘルシンキの続きを紹介したいところなんですけれども、ヘルシンキから日帰り旅行をした5カ国目エストニア・タリンを紹介します。よかったら次回の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。